はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。今回はですね、SSD の選び方とおすすめの SSD についてお話ししようと思っております。現在ね、SSD っていろんなメーカーが様々な種類のものを販売して、ものすごく膨大な数が市場に出回ってるじゃないですか。でね、何買ったらいいのかよくわかんないなっていう方は本当に多いんですよね。そもそも SSD の評価の仕方を理解している人なんて一部のマニアぐらいで、ほとんどの方はですね、SSD の箱に書いてある、リードとライトのね、あの速度を見て単純に数値が高いものがいい SSD と思ってしまっている方がほとんどなんですね。でもポイントは実はそこじゃなかったりするんですよ。今回はね、こういったですね、SSD が速いのは知ってるんですけれども、それ以上のことはよくわからないなっていう方のために少しでもお役に立てればいいなと思いまして、この SSD というテーマでお話ししようと思っております。ただね、はじめに注意点があります。この動画はもともと SSD について、相当量の知識がある方であったり、評論家、ガチの方向けの動画ではありません。なんだかね、こういった少し掘り下げるような動画を出すとですね、なんであの部分の説明がないんだとかね、その説明の仕方じゃダメだとかですね、お叱りを受けるような気がしております。しかしですね、この動画を見ていただきたい視聴者層っていうのはですね、SSD ってなんだかよくわからないなっていう方ですから、そういった方にわかりやすく解説する動画ですので、難しい内容であったり、説明したら混乱するような細かな説明っていうのをあえて省略しておりますのでご了承ください。それではね、早速行ってみましょう。はい、まずそもそも SSD には 2.5 インチ SSD と M.2 という SSD があるんですが、現在ね、市場に出回っているパソコンのほとんどが 2.5 インチの SSD と互換性があるのに対し、つまりね、搭載可能ということなんですけれども、M.2 の SSD となるとですね、最近買ったばかりのパソコンじゃないと搭載すらすることができないことが多いので、今回の動画ではですね、この 2.5 インチの SSD をメインとしてお話ししていきます。しかしですね、SSD の特性というところに関してはですね、通ずるところが多いので、M.2 の情報が欲しい人にも参考になる動画だと思います。はい、これが 2.5 インチの SSD の商品の箱なんですけれども、ここにリードとライトという数値がありますよね。このリードというのは読み込み速度、ライトというのは書き込み速度のことを表しています。例えばこれだと1秒間に500メガバイト、1秒間に約 0.5 ギガのデータを読み書きできるといった表記なんですよ。ですから1ギガのデータを移動しようとするとたったの2秒で完了してしまうと、そういった説明なんですね。主だって書かれているのはこれだけなんですね。ですからほとんどの人がこの数値だけを性能の指標と捉えてしまってですね、 SSD を選んでしまう、こういった方が非常に多いんですね。確かにこの数字も大切な指標の一つではあるんですけれども、実はそれだけでは不十分です。この数値だけを指標にしてしまうとですね、例えば 2.5 インチの SSD 群で比較をすると、どの SSD もね、これぐらいの数値、500ぐらいですよね。似たり寄ったりなんです。でもね、価格っていうのは随分と違うじゃないですか。じゃあ単純に価格が安いものがコスパがいいねってなっちゃうんですけれども、実はそうではなくて、安いものには安いなりの理由があるんですね。ですから値段だけで選んだ人っていうのはこんなに安く買えましたよってね、喜んでる方が多いんですけれども、実はそれしょぼいものをそれ相当の値段で買いましたよってだけの話かもしれません。そしてですね、先ほど見ていただいた数値は理論値なんですけれども、実測値となるとですね、SSD が実際にパソコンの中でどれぐらいの処理速度を出しているのかということなんですけれども、これはクリスタルディスクマークというね、無料のソフトを使うと簡単に見ることができます。このね、数値をベンチマークというんですね。このソフトのダウンロード先は下の概要欄にリンクを貼っておきます。そしてこれがそのベンチマークになるんですけれども、結果は4列になって返ってきていますよね。そして先ほどの箱に書かれていた数値はここ1列目の数値を表しているんですね。一番大きな値であったり、初めに目がつくところですので、どうしてもここに目を奪われがちなんですけれども、よくよく見るとですね、3段目から値が著しく低くなってますよね。これポイントなんですよね。これは何を表しているかと言いますと、上2段はシーケンシャルアクセス、そして下の2段はランダムアクセスという評価の値なんです。これは何が違うかと言いますとね、シーケンシャルアクセスとは連続したデータに順番にアクセスする時の速度なんですよ。
そしてランダムアクセスっていうのは一個一個ランダムなデータにアクセスする時の速度なんですね。ですからシーケンシャルの方が速いのは当たり前なんですけれども、まとまった容量のデータを移動する時っていうのはこのシーケンシャルアクセスの速度が適用されるんですが、普段ねパソコンで作業している時っていうのは端から端に綺麗に並んだデータを順番に扱う作業って実は少なくてですね、いろんなデータを扱ったり書き込んだりするじゃないですか。ですから大量のデータ移動だけをメインとする用途じゃなくて、快適にねパソコンを使いたいよという方はこのランダムアクセスの特に一番下の値、この値が高い SSD の方が実は快適なんですね。しかしSSD の商品の箱にはランダムアクセスの値なんて書いてませんよね。その商品の公式サイトであったり比較サイト、例えば価格コムとかですね、そういったところで見ることができます。ですから SSD を買うときは箱をしっかり見ても大切な要素はあまり書かれていないよということなんですね。ここが SSD を選ぶときの一つ目のポイントです。次にですね、このシーケンシャルアクセスの値やランダムアクセスの値なんですが、この値全く信用できないっていうのが次のポイントです。実はこの数値、新品のまっさらな SSD でテストした数値なんですね。あまり知られてませんが、実は SSD の性能っていうのは新品の状態が最も高く、使用するにつれて性能がどんどん低下していき、そして定常状態、安定期ですね、そういったものに移行していくんですよ。その定常状態の性能こそが本来の SSD の性能なんですね。この性能の下がり方であったり下がり幅であったりっていうのはね、商品によってまちまちなんですよ。あまり速度が低下しない商品もあれば、すごくね下がっちゃうよっていう商品もあるってことなんです。そして本来の実力である定常状態でのベンチマークっていうのは箱どころがどこにも書かれていないし、そもそも未発表項目なんですね。ここを表記せんかいとね言いたいですよね。ですから購入したばかりの時に測ったベンチマークと使い込んでからのベンチマークでは値が違ってくるんですね。どの SSD が速度低下をきたしにくいかというのはですね、後でご紹介します。そして次にこのベンチマークの値自体も実はあまり当てにならないという話をします。クリスタルディスクマークの出す値が怪しいと言ってるのではないですよ。クリスタルディスクマークが出す値っていうのは常に正確なんですが、なぜかというとですね、このベンチマークを測っている時っていうのはデータの書き込みと読み込みの作業しか行っていない状態での数値を教えてくれてるんですよ。皆さんが普段使っているパソコンっていうのは単純にデータの読み込みだけをしていることってまずなくて、何かのアプリを起動して作業した結果データを扱ってるじゃないですか。例えばね、Word や Excel で作業した結果データの読み書きが行われたり、ゲームをしてみたりと、パソコンにデータのやり取り以外の負荷がかかった状態でデータの読み書きっていうのを普通は行ってますよね。その負荷がかかった状態でどれだけ性能が出せるかっていうのもですね、また SSD によってピンキリなんですね。負荷がかかった状態でもいい数値を叩き出す SSD もあれば、負荷がかかっちゃうと性能がぐーんと下がる SSD もあるということなんです。ですが、どれだけの負荷に対してどこまで性能が出せますよっていうのももちろん公表されていないんですね。ですから先ほどの表面的にはどの SSD もリードライトの数値が似たり寄ったりなのに価格は全然違うよと、そして安いのがコスパのいい商品とは決して言えなくて、安いなりの理由があるといったのはですね、SSD ってこんな感じのパーツで構成されているんですが、それぞれのパーツに安価なパーツが使われているがために安い可能性があるよということなんです。その安価なパーツで構成された SSD はですね、この箱に書かれた表面的な数値はいい結果を出せるんですが、本当に大切なポイントの見えない数値っていうのはですね、いい結果を残せるはずがありませんからね。ですからしつこいようですが、箱だけをしっかり見ても実は何もわからないということなんですね。じゃあそのデータはどうやって見ればいいんだよっていうことなんですが、それらをね調べれるソフトっていうのはですね、PC Mark 10というソフトなんですよ。このソフトはですね、
Word や Excel、その他 Adobe の例えば Photoshop であったり Illustrator とかですね、そういった負荷をパソコンに仮想的にかけながら実用的な環境に近いベンチマークを出してくれたり、定常状態までね、性能の落ちた状態のベンチマークっていうのをテストすることができるんですね。この結果を踏まえて後でおすすめの SSD を紹介します。そしてですね、次に押さえておかなければいけないポイントっていうのを紹介します。少しね、長くなってきそうですが、これ結構大事ですからね、サクッとだけいきますね。私は人に SSD をおすすめするときはいつも自分が必要だと思っている容量よりも1段階多い容量の SSD でかつ TLC タイプの DRAM が搭載されたものを買ってくださいというふうに言っています。ちょっと何言ってるかよくわかんないですよね。でも大丈夫です。全くの素人の方でも絶対にわかるように説明しますからね。ここ理解できていればちょっとだけドヤ顔できるポイントかもしれません。先ほども見てもらいましたが SSD を分解するとこんな感じになってます。まず大きく部品は3つ。これはコントローラーで SSD の頭脳、次は DRAM、これはメモリですね。これのおかげで高速データ通信が可能になってるんです。そして次にこれがナンドフラッシュメモリです。データっていうのはこのナンドフラッシュメモリに蓄積されていくんですよ。これら3つの部品が高性能なほど SSD の性能が高く値段も高くなってきます。昔 SSD が出た当初っていうのは 128GB が標準で、それ以上になると恐ろしく高価だったじゃないですか。でも最近の SSD は大容量のものが安価に買えるようになりましたよね。本当にいい時代になりました。でもですね、これ実は大容量になればなるほど SSD の本来の性能を犠牲にして大容量にしてるんですよっていう話をこれからします。大容量のね SSD が安価に買えるようになったのはこのデータを蓄積していくナンドフラッシュメモリ、これの進化によるものなんですね。このナンドフラッシュメモリの中は無数のセルと呼ばれる小さい箱があってですね、その中に0と1を使ってねデータを記録していくんです。なんかね、こんなイメージ図見たことある人が多いんじゃないでしょうか。まさにこれですね。じゃあこれがですね、例えば 120GB としましょう。そして容量を増やそうとするとどうするかというと、単純にナンドフラッシュメモリの面積の大きさを大きくするしかありませんよね。しかしこれではコストも上がり、大きさもねどんどん巨大化していってしまいます。そこで考えたのがですね、1区画を微細化していっぱい詰め込んでやろうと、そういった研究が進むことである程度の容量確保には成功したんですけれども、どうしてもね限界っていうのがありますよね。そこで次は平面方向に頑張るのを諦めて3次元化に着目をしたんですよ。セルを横にではなく縦に積み上げるといった試みなんです。縦に高く積み上げれば積み上げるほど大容量っていうのを実現することができます。これね、ざっくりとした説明ですからね。そしてシングルレベルセル、マルチレベルセル、トリプルレベルセル、そしてクワッドとね、どんどん技術的な開発が進んでもう恐ろしいほどの高さになってるんですよ。そして2025年頃にはさらに上のペンタレベルセルっていうのが実装される予定です。こういったようにですね、研究のおかげで現在では大容量の SSD がお手頃な価格で買えるようになったんですね。とても良いことずくめに聞こえるんですけれども、実はこれいいことだけじゃないんですね。実はこれ SSD の本来の性能を犠牲にして容量を手に入れてるんですよ。それぞれの性能を見てみるとですね、SLC はこんな感じで本来あるべき SSD の性能といったところですね。書き込み速度も読み込み速度もマックス、そして寿命も保存期間も最高です。そして MLC、TLC、QLC と高層化をすればするほど速度低下と寿命が低下していってますよね。じゃあダメじゃん、意味なくねとね思われるかもしれませんが、値段も恐ろしく変わってきてるんです。価格としてはこういうグラフになります。SLC、MLC っていうのはもう本当にかなり高くてですね、現実的ではありません。ですからデータセンターで使うような大量の容量が必要である場合はこの QLC を買うんですけれども、一般使用の目的ではね、現在この TLC っていうのがおすすめなんですね。ここまでの話で一つ疑問点が湧くかもしれません。最速の SLC から QLC へと大容量になるにつれて速度性能が下がるって言ってたけれども、現実はね、どの形式の商品もベンチマークは横並びで同じような数字が出てんじゃん、性能は下がってなくないってね思いませんか？これはなぜかというとですね、
それは先ほどのパーツでいう DRAM、メモリーのおかげなんですね。この DRAM っていうのは本来の SSD の性能をそのまま持つ SLC の性能でデータをキャッシュする、つまり高速で頼りになるやつなんですよ。簡単なイメージで言うとこんな感じです。僕がおすすめって言った TLC も実は遅いんですけれども、その遅い SSD の中に最速の SLC が相乗りして助っ人に入ってる感じなんですね。で、普段はこの用心棒 SLC が頑張って働くからすごい速度が出せているんですよ。でもこの用心棒 SLC はですね、メモリーとして参加しているのでキャッシュ、つまり記憶できる容量がそう多くはないんですね。ですからキャッシュが切れたら用心棒が働かなくなって本来の遅い SSD の能力しか出せなくなるんです。こんな感じですね。クソ安い SSD なんかは DRAM レスといってですね、 DRAM が搭載されていないものも存在するんですよ。最近はね、この難度側にキャッシュの機能を搭載するような試みもあるんですが、現在ではですね DRAM が絶対にあった方がいいっていうのが僕の意見です。また SSD っていうのはですね、容量に余裕がないと性能が落ちてきてしまうんですよ。ハードディスクっていうのはデータの上書きっていうのができたのに対して SSD は上書きができないので、そういうことが起こるんですけれども、これに関してはね、次回遅くなった SSD を復活させる方法っていうね動画を作ろうと考えておりますので、そこで解説しようと思っております。諸説ありますが、いろんな説の平均値を取って SSD の使用量が 75% を超えてしまうと速度が遅くなると思っていただいて結構です。次にね、 SSD には寿命があるんですけれども、データセンターでもない限りはあまり気にしなくていいです。はい、ここまでがですね SSD を正しく選ぶための基礎知識でした。おさらいをすると、箱に書いてあるリードとライトという数値だけを見るのではなくて、ランダムアクセスの値が大切だということ。そして SSD は購入したばかりのタイミングが最速で、使うにつれて性能は落ちていくものだということ。ベンチマークは負荷がかかった状態では値が全然違うということ。そして TLC のタイプの DRAM 搭載のもので容量の多いものを選ぶということ。これが僕から皆さんにお伝えできる SSD の選ぶポイントです。それではね、最後に僕のおすすめの SSD を紹介します。これはですね、PC Mark の値を参考にした僕の主観になります。そもそも SSD のランキングっていうのはですね、値段の安い SSD が欲しい人のランキング1位っていうのは値段だけになりますし、いい性能の SSD が欲しい人のランキングは性能が1番のものが1位になりますから、そもそもね、求めるものによってランキングは違いますからね。僕がおすすめするランキングっていうのは、性能と信頼性と僕の主観が入ったランキングとなっております。それではですね、2.5 インチの SSD の中で僕が一番おすすめする SSD っていうのは、このサムスンの 870EVO でした。これはですね、SSD の中で少し高価なタイプの SSD なんですけれども、PC Mark 10で負荷をかけたり定常状態にしても性能が一番下がらなかったのがこれですね。安定性っていう面では一番じゃないでしょうか。そして2位はクルーシャルの MX500 でした。サムスンに比べて定常状態の速度は落ちましたが、価格も安いですし堂々の2位でした。そして第3位はウエスタンデジタルですね。というかですね、この上位3社は何がいいかと言いますと、全てのパーツを自社製で賄っているっていう点ですね。品質の差が少ないという点が優秀なんですね。SSD に個体差がないんですよ。ですから誰がいつ買っても安定した商品が手に入るんですね。しかしその他のメーカーの製品っていうのはパーツを他社製のものを採用しているので、全ての商品に対して同じパーツが使われ続けるっていう保証がないんですよ。部品を発注している会社とトラブったり納期が遅れたりすると他社のパーツを代替で使ったりするので、全く同じ型番の商品でも時期によっては内容が違ったりしてですね、安定性や信頼に欠けるんですね。そういった意味でも上位3社は安心感があります。そして第4位はサンディスクのウルトラでした。そして M.2 SSD に関しては検証できていませんが、 2.51 SSD の性能から考えるとやはりサムスンが一番じゃないかなと僕的に予想していますが、これはねあくまで予想ですのでご参考までにということです。
そしてですね、一つだけ注意点というか最後に言いたいことがあるんですけれども、この QLC 型っていうのはデータセンター向きで個人ではあまりお勧めしませんよってね、そういうふうなことを先ほど言いましたけれども、僕がサーバーで使っている SSD にはこの QLC 型を使ってるんですね。こちらの商品になるんですけれども、サムスンの 879VO、これキュボっていうのかな、これをね、使ってるんですね。これ QLC 型です。8テラですね。これね、性能をいろいろ検証すると思った以上に良かったんですよね。ですから気に入ってですね、もう一個買っちゃいました。これぐらいですね、最近の QLC 型っていうのは TLC とあんまり変わらないぐらいいいのかなっていう風に僕はちょっとね、考え直しているところです。最後にですね、SSD の中でおすすめは何だっていう風に紹介しましたが、紹介しなかった SSD はやめておけと言ってるわけでは決してありませんからね。実際はですね、どんな外れの SSD を買ってきてもハードディスクよりは随分早いですから、ハードディスクと比較をするのであれば、どんな外れの SSD を買ってきても結果当たりということになります。価格コムなんかで売れ筋商品ランキングを参考にしてみるのもいいんじゃないかなと思いました。はい、今回の動画はここで終了となっております。いかがだったでしょうか。もし気に入っていただけた方はですね、いいねボタン、高評価の方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録、これも忘れずにお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。